青木良作です。テントっていう名前でプロダクトデザイナーをやってます。私と奥さん、中1の娘と、小3の息子がいます。で、隣にお家が母屋があって、そこには私の父と母、じじばばが住んでるっていう感じですね。おばあちゃん家っていうことで年に2回ぐらい来てた土地ですね。で、そこに僕たちが引っ越してきたっていう感じですね。すごい田舎なんですよね。なので、のびのびできるというか、大体ね、毎年11月ぐらいになると、なんかもう、岐阜行きたいわってちょっと奥さんにぼやくぐらい、疲れるとちょっとここの夕日を思い出すみたいな、そういうおばあちゃん家だったんですよね。子供連れて遊びに来てる時に、ヒゲじいがですね、来るたびにこの鶏小屋、旧鶏小屋を掃除し始めて、で、自分の倉庫みたいな風に使い始めたんですよ、整理整頓して。で、今まで誰も踏み入れられない鶏小屋だったんですけど、踏み入れることができるんで、時々ちょっと疲れた時にそこに一人抜けて休みに行くみたいなことをしてたら、鶏舎の中からの眺めが、北側の特に山並みですね、めちゃくちゃ綺麗に見えて、ロケーションがいいことに初めて気づいて、でそこからこの鶏舎に住めたらいいなと思って、コロナで3ヶ月住んだ経験もあって、じゃあ次もし引っ越すなら鶏舎に住もうっていうのがきっかけですね。でもう本当に鶏舎コピペしたみたいな、そのまんまの場所だけ欲しくて、でその何にもない空間の隅に水回り系のユニットがギュッと押し込まれたみたいな、そういうものをやりたいんですっていうお話をしましたね。なんか作ってると割と褒められる家系なんですよ。で、あんま作んないで、なんて言うんでしょう、消費してばっかりいるとちょっとなんかあんま好きじゃないなみたいな状態に子供見ててもね思うんで、なのでじゃあ作るっていうのをすごく大事にしてる家族なんだとしたら、それが生きる家にしたいなっていうふうにまずなって、で作るために一番必要なものって何だろうと。そうすると、経営者のときめきと一緒なんですけど、結局何にもない空間で、なんかもうなんなら物足りない場所に行くと、なんか飾り付けとかもしたいかもしれないですし、新しく作るとか、あと何にもない場所だとそれこそでんぐり返ししたくなるとか、なんか何にもなさがアクションとかそのクリエイティブとか促すっていうところに至って、でなので作る気持ちがすごく生きる家っていうことで、余白の多い家みたいな、まずは足りない感じのする家っていうのにしたいなっていうのが定まっていったっていう感じですね。この場所をブランクっていうふうにあえてもう名前をつけていて、で言ったら廊下とも言えるし、多目的なスペースとも言えるし、洗濯物干し場所とも言えるんですけど、なんか何用の場所っていうんじゃなくて、その余白が欲しかったんですね。なのでいろんなことを受け入れる場所なんですけど、多目的室じゃなくてブランクっていう場所を作るっていうことで、結構この言葉は大事にしているんですけど、ワークスペースっていうのがあって、仕事とか、工作とかお勉強するよみたいな場所があると。で、それがこっちだとして、でこっち側にキッチンですね、食べたり作ったりする場所、なんか食べ物系の作る、あと仕事とか工作系の作るっていうのがありますと。で外がまた木工作業所が旧鶏舎の木工作業所と、あと庭があって、それもなんか外でできる作るだなと思っていて、でその作るが3つあって、作るの真ん中のところでブランクがあるみたいな、その交点がブランクになってるっていう感覚
でその交点の奥に休むっていうのがあって、それがお風呂だったり寝室だったりしてるっていう感じなんですけど、なんか余白があると、例えばお仕事で作ることが大量になった場合、余白にはみ出れたりとか、キッチン側もはみ出れたりとか、なんかそれぞれがはみ出れる余地があるから、それなくなっちゃうとなんて言うんでしょう、領地の奪い合いみたいになっちゃうというか、なんかワンクッション常にあることで、なんかこういいバランスが取れる気がしていて、実際そうなってるんじゃないかなっていうのは思いますね。ガラスの遠くに作業してる人がいるっていう距離感は絶妙にいいんですよ。でこれがそれこそ働きに出てる時とかで、やっぱ奥さんが何してるか分かんなかったし、逆に奥さんも分かんなかったし、お互いが何が大変で何が楽しいとかが1ミリもつかめない感じがあるじゃないですか。でもそこそこつかめる状態がやっぱこのブランクを通してそれぞれ作業してるっていう形はいいなって。やっぱりみんなが作る場所にどの場所もなってほしくて、奥さんだけの場所にしちゃうとあんま手伝わなくなるじゃないですか。ちゃんと洗い物手伝いたかったらスッと行けるとか、子供が料理手伝いたかったらスッと行けるっていう意味で壁付けのキッチンにしましたね。僕は僕でカッターでなんか切ってて、で子供は子供でなんか絵描いてるみたいな、でおのおの別のことしてるんだけど同じ場所にいて、なんかシャーって音がしたりとか、なんか作業する音がしてる状態がすごい理想的な、団らんって言っていいのか分かんないですけど、なんかそれぞれが作業に没頭してるっていうのがすごい好きなんですね。なんか勉強頑張んなきゃってよりは、お父さん仕事してるから自然に集中して勉強ができるとか、逆に子供が宿題やってんのにお父さんサボるわけにいかないみたいな、そういう場所として、なんていう勉強も含めた作業がはかどる空気があるような空間っていう位置づけで作ってます。デスクみたいなものは中央に1個ドーンとでかいのがあるだけで、好きな場所に座ってみんなで中央のデスクに向かってやると。で道具類はできるだけ手の届くところに欲しいので、壁面に全部道具類を格納していて、デスクに持ってきてその時の作業をやって、で終わったらそれは全部棚に戻すっていうのが行き来しやすいようにやっているっていう感じですね。階段ってすごい面積取るんですよね。であと掃除がめんどくさいんですよね、階段って。でじゃあロフト何に使うのって言ったら、結局子供部屋的な場所で子供が寝る場所でもあるんですけど、で子供の時の自分の気持ちを考えると2段ベッドとか好きだったですし、階段よりはしごとかの方がワクワクしてたなと思って、もうワクワク優先で、あと効率化とワクワク優先ではしご一択で行こうってなったっていう感じですね。親から隠れられる場所があるって大事だと思っていて、でも親から隔絶される場所は必要ないと思っていて、なのでなんか親からは見えないんだけど子供からは見えるみたいな、その場所が欲しかったんですよ。なのでこのロフトは上からは下すごい見やすいんですけど、下から見ても子供の姿見えないのでちょうどいい感じがある。ここのブランクと一緒で、何でもできる場所が欲しかったのと、なんかしたくなる場所が欲しい。例えば広いただの平面って走りたくなると思うんですけど、要はそういうことがしたかったんですよね。雪がドカッと降った時に
もう真っ白な平面ができるんですね。でそこに雪集めてかまくら作ったりとかいうので、本当季節ごとに変わっていくことができるっていうのが何もない庭の利点なので、おすすめしたいですね、何もない庭。でも自分の動線に従って作ってるので、座りたいところに座れる場所があるし、だから本当それですね。賃貸の時はやっぱりいかに与えられた枠を自分用にカスタマイズするかっていう中で物で解決してたんですけど、そもそも空間自体がもう自分の暮らし動線なんで、物を置くと邪魔になっちゃうんですよね、今度はその動線が。そこがやっぱ、ゼロから建てることの良さの一番にあるなっていうのはありますね。買うっていう風に思ってたら多分やんなかったんですよ。で、これ自分の作ったプロダクトとても好きになるようにしてるので、すごい使うんですね。で使う中でプロダクトを良くしていくっていうのをすごい重視してるので、賃貸でどんどん自分の暮らしが良くなったんですね、自分の作ったプロダクトで。で結果割と満たされちゃって、かつ狭いんで新しいプロダクトを作る発想が出なくて、でそれが本当根本的な余白欲しくなった原因かもしれないです。なんかこれ以上何もいらない状態になっちゃってまずいなと思ったので、もっと何もない場所作って作りたいみたいに仕向けないと、多分いわゆるデザインしかしなくなっちゃう。なんて言うんでしょう、もうあるものの形を変えたものみたいなのって割と興味がないので、それよりはないものを作りたいっていうところを維持するためにはやっぱりない場所を作ってそっからだなっていうのは結構でかかったかもしれないですね。住んでみて実際写真とか撮って思ったのは、なんかやっぱ子供が歩いてて完成するとか、料理作ってて完成するとか、ここでもそのワークスペースも子供と僕が作業してる写真で完成すると、やっぱ人がいてようやく完成するみたいなところがやりたかったんだなっていうのは思いますね。ここ数年でそのフライパン10作ったのがやっぱ経験上大きくて、フライパンってフライパンでしかないんですけど、中に料理が入って初めて完成するように作って、自分がプロダクトデザイナーとして形状でできることってやっぱたかが知れてて、そこに料理が入った時の一番ピークがそっちにあるための下支えになるべきなんだなっていう経験をしたので、なんか家も同じようにやっぱ人が入って暮らして初めてピークが来るみたいな感じにしたくなる状態だったんでしょうねとは、思いますね。道具ですね。使わないと価値が生まれないものというか、使う人のスキルで効果が変わるもの、スキルっていうと違うけど、道具が育つためには使い手が育たなきゃいけない、熟練しなきゃいけないみたいな意味で、自転車とかトンカチとか、ああいうもの道具だと思うんですけど、そういう住む人となんか相互にこうできていくというか、ここをこう持ってくださいっていう鉛筆ってあるけど、なんか使いにくいというかと思うんですよね。押し付けに近いっていうかで、結局鉛筆は六角形鉛筆すごいなって思ってるんで、転がらないしとか握りやすいしとかでも正六角形だしとか、そんくらいの汎用性は高いし、それぞれ好きな持ち方で使いやすさが定まる感じもある。ただの箱だと道具ではない感じ、ここ持つんだよとかは見てわかるぐらいの工夫はあるけど、持ち方は自由ぐらいのものです。